こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、ブログの始め方っていうことでですね、初心者の時に知っておきたかった僕自身が思っていることですね、わかりやすく解説していきたいと思います。でですね、たまに質問いただくんですけども、ブログ始めたいですよ。そういう方いらっしゃいます。で、僕自身ですね、今ブログを運営して2年ぐらいになるんですけれども、今月に多い時で18万回ぐらい、見られてます。で、結構なアクセス数で、不動産のですね、特化サイトとしてはかなり多い方だと思ってます。で、ただ全てがですね、順風満帆だったかっていうと、そういうわけでは全然なくって、例えば2016年ですね、一回始めたんですよね。で、その時に、何もわからず手探りでですね、すごい時間かけて調べてやって、で、結局記事を書くまでにすごい時間かかってしまって、で、書いた後も結局誰も見てくれなくって、それでそのまま挫折してしまった、そういうとこがありました。で、その1年後、詳しいコンサルの方にですね、教えていただいて、それでですね、ブログをもう一回始め直してですね、で、基礎から教えていただいて、そこから、順調に伸び始めました。でですね、そういう、僕自身一回こう挫折してるんで、そういう体験をですね、なるべくだったら、してほしくないと思うので、今日はですね、ブログ興味ある人もですね、興味ない人も、こうやって始めるといいよ。ブログってこういうものなんだ。そういうのですね、実際の体験に基づいて、わかりやすく解説していきたいと思います。で、まずですね、ブログ始めたいってなった時に、まず第一優先なんですけれども、目標をですね、決めた方がいいと思います。目的ですね。で、何かっていうと、例えば、目的が一番重要なので、何のためにブログをやるのか、楽しむためなのか、人の役に立つためなのか、お金を稼ぐためなのかとかですね、どんな目的でもいいので、その目的に沿ったようなブログっていうのはあるので、その構成ですね、考えるにあたって、まず何のためにやるのかっていうのが結構重要です。で、結構ブログ記事書くことが好きな人とかですね、そういうのだったら結構続くんですけども、なんとなくこう、お金稼ぎたいとかだけだとなかなかすぐ稼げないんで続かなかったりとかするので、まずはですね、目的を重視するのが大事だと思います。あとどの層とかですね、例えば、女性の主婦とかをターゲットにしたかったらアメブロが人が多いとかですね、そういう、いろんなどこの層を狙うからどれでやるとか、そういうのもあったりするんで、ある程度ですね、イメージ固めといた方がいいのかなと思ってきてます。で、まずブログどうやって始めるかっていうところでよく聞かれるのはですね、2つブログを始める方法があって、1つは無料ブログを使うっていうので、簡単な方法です。で、もう1個はワードプレスっていう自分でブログセットを作って、使うみたいな感じで自由度があるんですけど、ちょっとお金かかって専門的っていうのがあって、どっちがいいのっていうのはよく聞かれます。で、それ僕なりの回答なんですけれども、まず無料ブログはですね、楽にできるんで、お気軽にできるんで、お試しでちょっとやってみたいなったらですね、無料ブログで全然いいと思います。で、無料ブログ内でこう集客できるんで、最初はですね、結構早いっていうか、そっちの方がですね、無料アメブロだったらアメブロの中でこう集客できるんでそこそこいいですと。あとでちょっと説明しますが、独自ドメインっていうのがあるので、それはですね、取っといた方がいいと思ってます。あとワードプレスは自由度が最高で、好きに自由に何でも作れますよっていうのがメリットはあります。で、一方で、お金がちょっとかかるのと知識が必要ですのがあって、それどっちがいいのっていうのはですね、その人それぞれですね、本気で命かけてブログやりたいっていうのだったらもういきなりこっちやった方がいいと思いますし、まだよくわからんからちょっとお試しでってだったらまずね、無料ブログがいいかなと思ってます。で、それぞれ詳しく解説していきたいと思います。で、無料ブログでどうですかって、どうっていろいろあるんですけども、基本的に無料ブログで問題はないですね。で、集客もできますし、アフィリエイトも、できます。できないのもあるんで、それはちょっと注意が必要なんですけれども、あと、広告が勝手に出たりとかするブログがあったりするんですよね。こう、なんか、こう、で、それ、そのブログ側が勝手に広告出すんで、それが嫌な場合はお金払えば消えるとかですね、そうするとちょっと有料になってしまったりとかしますし、比較的初心者ができるように作られているんで、そんなに悩むことはないのかなと思ってて、ある程度カスタマイズもできますと。で、アメブロとか FC2 ライブドア、ハテナブログとか、この辺がですね、有名ですね。で、池早さんとか多分ライブドアブログとか使って、数百万とか稼いだりしてるんで、全然その無料ブログで稼げないわけでは全然ないです。なので全然ありだと思ってます。無料ブログでも全然戦えますと。特にアメブロとかだと、アメブロも内で、ツイッターのリツイートみたいな機能でリブログとかですね、そのアメブロのランキングとかいろいろあったりして、結構これはこれで生態系っていうか、その中でできてるんで面白いのかなと思ってます。
で、ここまで無料ブログの説明なんですけども、無料ブログでも一点ドメインっていうのは絶対取っておいた方がよくって、そのドメインの重要性をちょっと解説したいなと思います。で、ドメインって、なかなかですね、何のことかわからない方結構いらっしゃると思うので、イメージ的にはですね、土地みたいなもんだと思ってください、ドメインは。で、その土地を買うみたいなイメージですね。で、その土地は、更地だと思ってもらって、山奥の更地で何もないような土地なので、ドメイン買うのにですね、年間1000円ぐらいですね、かかります。で、例えばアメブロで、アメブロでブログやる場合はですね、全部ここにアメブロ .jp の後に自由な文字が続くような感じになってるんで、これアメブロはですね、アメブロのドメイン、ここドメインって言うんですが、アメブログのドメインしか使うことができないですと。で、そこの上にアメブロの中で、使うような感じになっています。なので、アメブロの土地を借りてるようなイメージですね。で、基本、ここのドメインにですね、このパワーが溜まっていくんで、その自分がいっぱい記事を書いて、いろんな人を見たりアクセス集まって信頼が溜まっていくんですけども、全部このアメブロのドメインに溜まっていくんで、自分のとこにパワーにはね、ならないですと。で、一方、もしアメブロがサービス停止してしまったらですね、もうこのアメブロの土地って消えてなくなってしまうんで、自分のブログがもう存在できないみたいな、そういうリスクがあったりとかします。あともしアメブロからアカウントバンとかされたりとかしてアカウント停止食らったりすると、全て一瞬で終わってしまう。そういうのがあるんで、サクッとちょっとやる分だったら全然問題ないんですけども、長期的なスパンで見ると絶対ドメインっていうのは取っておいた方がいいですと。で、僕のドメインはモフモフインベスター .com っていうドメインを持ってるんですけども、このドメインが土地みたいなもんですね。で、例えばそこにライブドアブログとかそのドメインの中に無料ブログ作ることもできるんですよね。っていう風にすると、まずはドメイン取っておいて無料ブログで始めるっていうのもできます。で、アメブロは、その独自ドメインできないんでダメなんですけども、なのでライブドアブログとかだったら独自ドメイン使えます。で、そうすると、ライブドアブログに記事書いても、このドメインにですね、僕の土地にどんどん人が集まってくるようなイメージで、この僕のドメインにパワーが溜まっていくようなイメージですね。で、もうちょっと真剣にやってワードプレス乗り換えたいなってなった時に、この土地の上にですね、違うワードプレスとかですね、建て替えるような、ブログ引っ越しもできるんですよね。で、そう引っ越しした時に、結局ここのドメインが一緒だったら、比較的スムーズにそのまま引き継ぐことができるんで、せっかく集めたアクセスとかですね、チャラになったりしないっていうんで、長い目で見るんだったらドメインは絶対取っておいた方がいいかなと思ってます。なので、これからブログを始める方はですね、ドメインだけは取っておいて、独自ドメインだった方が長い目で見たらいいですよと。ただ別にずっとアメブロでやるよっていうんだったらそういうのもありだと思うんで、そこは人次第だと思ってます。で、次にですね、無料ブログともう一個ワードプレスっていう自分でブログ作るよみたいなイメージがあるんですけれども、それについて解説していきますと、もう本当にですね、自分で全て自由にコントロールできるんで、何でもできます。それがメリットですね。何でもできるんで、好きなようにカスタマイズできると。で、ただお金がかかるんですよね。サーバー借りなきゃいけないんで、サーバー借りるのに年間1万とか2万ぐらいですね。このサーバーによるんですけども。あとドメイン、さっき言ったドメインも、ワードプレスだと取らなきゃいけないんで、年間1000円ぐらいですね。あと、テンプレートっていうそのワードプレスのですね、着せ替えみたいなテンプレートを売ってるんで、それは無料のやつもあるんですけども、テンプレート買った方が絶対いいので、それ1万円ぐらいするんで、2万円ぐらいあればですね、始めれる。無料のテンプレートを、カスタマイズするっていうのもありだと思うんで、その場合は1万円ちょっとぐらいでできるんで、それぐらいであれば、サラリーマンであれば使えると思うので、全然問題ないのかなと思ってます。で、ただ、ちょっと知識がですね、サーバーとかドメインとかってあるんで、その辺の、若干知識と、あと、時間がかかってしまうっていうのがあるんで、この辺設定手こずると、記事書くまでたどり着けないっていう人もですね、中にはいらっしゃったりするんで、そこは自分のですね、パソコンの能力と、スキルと調べる調査能力とかで、変わってくると思います。で、違いのイメージなんですけれども、無料ブログはこのもうアメブロっていうのが全部用意してくれてるんで、そこに接続してですね、やるだけなので、パソコンさえあればできます。で、一方で、ワードプレスの場合はですね、自分でまずサーバー借りなきゃいけないんで、これをですね、レンタルサーバーっていうのを借りるんですよね。僕も今借りてますね、X サーバーってところで。で、そこで借りて、で、その中にワードプレスっていうのをインストールして、で、さらにドメインっていうのも取らなきゃいけないんで、ドメイン取って、ちょっと書いてないんですけども、DSN サーバーとかいろいろちょっとかましてですね、ここに
URL 入れたらここに飛んでくるようなことをしておいて、まあ、ちょっとそういう設定が入るんですよね。で、まあ、こっちは、荒波の中、こう、太平洋の中にポツンとなんか一つだけサイトがあるようなイメージなんですけども、こっちはもうアメブロの中なんで、アメブロの中でブログが1個あるんで、その比較的アメブロ内でのアクセスは最初集めやすいってメリットがありますと。でこっちは、カスタマイズして自由なんだけども、裸一貫飛び込むみたいな感じなんで、若干最初アクセス集めるのは辛いと思います。で、まあ、ブログ準備できたらですね、どんな記事書いたらいいのか、ここ結構悩む人いると思うんですよね。僕自身も最初昔の記事見ると、こんなクソ記事書いてたのか、みたいな風に思っちゃうんですけども、最初はですね、迷走すると思います。で、まあ、人によるんですけども、どういう記事書くかっていうんで、まあ、一つは自己満足系の記事とかですね、まあ、本当自分の好きなことを書く。まあ、それはそれでありだと思います。そのブログの目的で自分の持ってる世界観を表したいとかであれば、もう好きなことを書き殴ればいいと思ってます。で一方で、いろんな人に見てもらいたい、その2つの狭間を揺れると思うんですけども、いろんな人に見てもらいたい場合は、やっぱ役に立つような記事でなければ、なかなか最初はですね、人が集まりにくいです。強烈なそのアイドルとかであればですね、集まったりとかですね、芸能人であれば何もなくても集まるんですけども、やっぱただの一般人が集めるためには、やっぱり人に役に立つ記事が重要ですと。で、まあ、どういった記事が、役に立つかっていうと、やっぱ人がですね、疑問に思ってることとか、その悩みとかですね、検索しそうなこととか、あとは過去の自分が悩んでたこと、まあ、今日の動画とかも僕自身がですね、3年前とかに悩んでたようなことを解決するような記事にブログに、YouTube になってるんですと。あとは、自分の失敗談とかすごい好まれるっていうか、やっぱ人の失敗談を見て、自分は、失敗しないようにしたいって思いは強いんで、すごい読まれますね。で、あと、まあ、成功体験よりかは失敗談の方がみんな求めてるんですけど、まあ、そういう成功体験も読まれるんで、まあ、どういうブログにしたいのかっていうので、それによって各記事も変えていかなきゃいけないですと。で、まあ、初めやっぱ人が来ないです。ブログ作ってもですね、誰も来ないんで、心折れそうになるんですけども、まあ、まずはですね、記事を書いて、で、記事書いたら、検索される、まあ、Google とかから検索して入ってきたりとかですね。あとはまあ、Twitter とか SNS で自分で拡散してこうやったりとかですね。ちょっとずつでも人をここに集めて、で、その人が、なるべく滞在時間が多いとか、よく読まれてるとかを、まあ、Google は判定すれば、より人の役に立ってるってやって、検索の上位に出したりとかですね。そういう動きになってきます。なので、まずは、人の役に立つような記事を書いて、人を集めたりとか、あとは、SNS とか活用して拡散させたりとか、まあ、LINE アットとか、増えてきたら、まあ、とか、他のサイトからリンク貼ってもらったりとか、いろんな方法で増えるんですけども、最初は多分まず SNS ですね。で、次に検索ぐらいかなっていうふうに考えてます。なので、まあ、そういうふうにですね、ブログ書いて人を集めていく。まあ、そうすれば自分の情報を発信して、よりですね、人の役に立つっていうこともできるし、まあ、それがですね、お金を稼ぐっていうことにも、ブログでお金を稼ぐってこともできるんで、そういうのにもつながります。まあ、例えば僕とか YouTube 始め方とかで記事を書いてたりするんですけども、それも本当にですね、YouTube 始め方で検索する人をターゲットに記事を書いてるんですよね。なので、その場合、このキーワードで調べられるのを想定してるんで、このキーワードをまずタイトルに絶対入れましょうっていうのがですね、基礎中の基礎ですね。でさらに、この見出しとか、H2 っていう見出しとかにも YouTube 始め方とかなるべく入れるみたいにして、その記事とキーワードを紐付けるようにして Google にアピールするみたいな風なのが、まあ、初歩ですね。まあ、そういうのやってない人も結構いたりするんで、それもったいないなっていう風に思ったりしてます。で、もっとですね、ブログ、初心者向けにおすすめ、僕とかもよく勉強してたんですけども、人手さんっていう名古屋の人で人手ブログってあるんで、リンク貼っとくんで、これ本当にワードプレス立ち上げ方とか全部丁寧に書いてるんで、おすすめです。あと、黒根さんって、黒根ブログ100記事講座ってあって、100記事ぐらい書くまでにどういうことを考えながらやっていくのがいいのかって、すごい勉強になる、こと書かれてる友達っていうか経営者仲間がいるので、まあ、黒根さん自身すごいずっとブログを愛してる方なので、ぜひこの2つの記事ですね、見て勉強するのがいいかなと思ってます。僕、ブログで稼ぐ方法とか YouTube でですね、再生リスト作ってるんで、よかったら見てみてください。あと、まあ実際に記事とかですね、どうやって稼いだかとか書いてます。ってな感じで、まあブログ始めたいよっていう方に対して今日解説してるんですけども、始めるんだったら、まずは無料ブログでいいのかなと思ってます。で、本気でやるんだったらワードプレスですね。ただ、いずれにせよドメインは取っといた方がいいですと。で、人の役に立つ記事を書いて、人を集めるっていうのが結構重要かなと思ってます。
で、ブログはですね、ノーリスクで結構お金稼げる可能性があって、僕とか月に100万以上ブログから入ってきているのが半年以上ですね、続いてるんで、そういうブログからお金を稼ぐってこともできますし、それによって自分自身のですね、ライティングスキルとかマーケティングスキルとかですね、営業能力とかいろんなスキルが身につくんで、意外と副業としてもですね、僕はお勧めしてます。ただ、毎年年々難易度上がっていってるんで、楽に稼げるわけではないです。本当ビジネスなので。なので、ノーリスクでお金、月1万とか、ね、月じゃないや、年間1万とか2万とかでこういう稼げるチャンスがあるっていうので、始めてみるのもいいのかな。そんな感じで、やってます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしですね、面白かったら高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、ブログとかですね、お金の稼ぎ方、不動産投資とかやってます。もしですね、引き続き役立つ情報を発信していくんで、チャンネル登録していただければ嬉しいです。あと、Twitter でですね、有益な情報を発信してるんで、よかったら登録お願いします。あと、Twitter で有益な情報、LINE アットでですね、プレゼントやってるんで、もしよかったら登録してください。どうもありがとうございました。